みんなこんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンですわ。今日もアメフトの奥深い世界をたっぷり解説していくわよ。メタンちゃん、今日もよろしくなのだ。今回はどんな反則を教わるのだ？今回は反則というよりもたった一つのマイナーなルールが NFL の歴史を完全に変えてしまった伝説の事件について解説するわ。歴史を変えたルール？なんだか映画みたいな話なのだ。本当に映画化できそうなくらいドラマチックな出来事なのよ。この事件がなければ史上最高の QB も誕生していなかったかもしれないわ。ごくり早く聞きたいのだ。時は2002年の1月、2001年シーズンのプレーオフね。舞台は雪が猛烈に降りしきるマサチューセッツ州のスタジアムよ。雪の中でアメフトをやるのだ。真っ白で前が見えないほどの大雪で、後にスノーボールと呼ばれた試合よ。戦ったのはニューイングランドペイトリオッツとオークランドレイダース。強そうなチーム名なのだ。当時のレイダースはベテラン揃いの強豪。一方のペイトリオッツはエース QB が怪我をして無名の控え選手が急遽スタメンになっていたの。ピンチじゃないか。その控え選手って誰なのだ？彼の名前はトム・ブレイディ。あの超有名な人なのだ。そう、後にスーパーボールを7回も制覇する伝説の選手のこれが最初のプレーオフだったの。そんな過去があったのだ。試合はレイダースが優勢に進めていたわ。そして第4クォーター残り約2分、ペイトリオッツは3点を追いかける絶体絶命の状況。残り2分で負けているのだ。ここで点を取らないと終わっちゃうのだ。その通り、雪でボールが滑る中、ブレイディはパスを投げようと構えたわ。そこへレイダースの強力なディフェンスがブレイディの死角から猛スピードで襲いかかったの。危ないのだ。タックルがブレイディに激突。ブレイディの手からボールがポロリとこぼれ落ちたわ。落としたのだ。ファンブルなのだ。雪の上に転がったボールをレイダースの選手が素早くリカバーしたわ。攻撃権がレイダースに移ったのだ。これで勝負ありなのだ。スタジアムの誰もがそう思ったわ。レイダースの選手たちは勝利を確信して大喜び。ペイトリオッツのファンは絶望して頭を抱えたの。ブレイディの最初の挑戦はここで終わってしまったのだね。ところがここで審判からアナウンスが入ったわ。ビデオ判定を行いますとね。ビデオ判定？どう見てもボールを落としていたのだ。審判は雪の降る中モニターを何度も確認したわ。そして数分後マイクを持ってこう言ったの。クォーターバックの腕は前に動いていました。したがってこれはパス失敗です。はい。つまりファンブルは取り消し、ペイトリオッツはボールを失わず攻撃を続けられることになったのよ。ちょっと待つなのだ。映像を見ても絶対にボールを落としていたのだ。前にパスなんて投げていなかったのだ。ズンダモンの言う通りよ。ブレイディはパスを投げるのをやめてボールを体に引っ込める途中だったの。だったらファンブルじゃないのだ。どうしてパス失敗になるのだ。明らかな誤審なのだ。そこで登場するのが当時の NFL にあったタックルールというマイナーな規則よ。タックルール？タックというのは押し込むとかしまうという意味ね。当時のルールブックにはこう書かれていたの。パスを投げるために腕が前に動き始めたら、たとえ投げるのをやめてボールを体に戻す途中でもボールを完全に体にしまい込む前に落とした場合は全て前方へのパス失敗として扱う。なんだそのルールは？要するに一度でも腕を前に振ったらボールを完全に抱え直すまではずっとパスの動作中だよという理屈ね。理屈は分かったけど、見た目は完全にただボールを落としただけなのだ。こんなの絶対に納得いかないのだ。
レイダースの選手やファンも大激怒したわ。どう見てもファンブルだろ。でね、でもルールブックに書いてある以上、審判の判定は正しかったのよ。ルールが狂っているのだ。首の皮1枚つながったペイトリオッツは、この後大雪の中でキッカーのビナティエリが奇跡的な45ヤードの同点ゴールを決めたわ。雪の中で決めたのだ。すごいのだ。そして延長戦の末、ペイトリオッツが逆転勝利。レイダースは涙を飲む結果になったの。たった一つのルールのせいで天国と地獄が入れ替わってしまったのだ。勢いに乗ったペイトリオッツはそのままの勢いでスーパーボウルも制覇したわ。そしてここから約20年にわたるブレイディとペイトリオッツの黄金時代が幕を開けたのよ。もしあの時タッグルールがなくてファンブルになっていたら、ブレイディの伝説は始まっていなかったかもしれないし、ペイトリオッツの黄金時代もなかったかもしれないわ。逆にレイダースはこの敗北をきっかけに長きにわたる低迷期に突入してしまったの。一つの判定がチームの運命を何十年も変えてしまったのだね。恐ろしすぎるのだ。ちなみにこのタッグルールはあまりにも視覚的な常識とずれていて不評だったため、2013年にようやく廃止されたわ。遅すぎるのだ。10年以上も放置されてたのか。廃止の際のチームオーナーによる投票は29対1という圧倒的な結果だったの。しかもあのペイトリオッツのオーナーでさえ廃止に賛成票を投じたそうよ。恩恵を受けた張本人すら見捨てるようなとんでもないルールだったのだね。だからこそアメフトのルールブックは毎年少しずつ進化を続けているのよ。アメフトのルールってただのスポーツの決まり事じゃなくて歴史とドラマが詰まっているのだ。その通りよ。ルールの背景を知ると試合を見るのがもっともっと楽しくなるわ。みんなもこんな事件あったよっていうのがあればぜひコメント欄で教えてほしいのだ。最後まで見てくれて本当にありがとうなのだ。アメフトのルール少しでも分かってもらえたら嬉しいわ。面白かったらチャンネル登録と高評価をお願いするのだ。今すぐ登録ボタンに全力タックルなのだ。ふふ、お手柔らかにお願いしますね。おすすめの動画もぜひ見ていってちょうだい。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。なのだ。